こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、可愛らしくて雰囲気のいいイラストですよね。空草さんの作品で、タイトルは写真撮るなら早くしてよね。コメントいただいております。このイラストは最初塗りを練習したくて、落書き感覚で自分の好きな要素を詰めて描いたところ、今までで一番に入るぐらいうまく描けたものです。普段より細かいところまでこだわって描けているように感じます。このキャラには自分が好きなパッツン前髪、ポニーテール、ツンデレ要素を入れました。塗りを練習することが目的だったので、シチュエーションはツンデレを感じられるような感じで写真を撮られているという、あまり考えないで描きました。検索してほしい部分については、もっと目を引かれるようなイラストにする方法、特に塗りを教えていただきたいです。改めて見ると、目を引くようなライティングや塗りに達していないなと思いました。また、他に先生が気になる部分はどんどん直してほしいです。よろしくお願いします。とのことです。はい、まずですね、女の子のキャラクター、すごくよく描けていると思います。自分の好みをたくさん詰め込んだということで、こだわりポイントもとても伝わってきます。はい、素晴らしいですね。で、その上でお悩みがあるということで、もっと目を引くような絵にしたいっていうことなんですね。了解しました。まあ確かにね、このイラストの問題は何かっていうと、イラストっていうよりかは、塗りの練習で描いたっていうこともあり、良質な素材って感じなんですね。例えるなら、まだ調理前の食材って感じです。おそらくですね、ご本人的には結構頑張って、ツンデレっぽい演技をさせつつ、絵作りをしたんだと思うんですよ。このね、ちょっと乗り切れないような曲がったピースサインだったりとか、もう撮るなら早くしてよね、みたいな感じで、デレを出したいんだけど出さないように頑張って引き結んでいるこの唇とかね、よーく見ると伝わってきます。ただですね、ちょっとパッと見でわからないのがもったいないです。いや、今ね、この動画を見てくれている皆さんは、空草さんのコメントを聞いたから、空草さんの味方になってくれていると思うんですよ。いや、俺にはわかる。この子の可愛さ、この無表情さが逆にいいよねって。はい。僕もそう思います。ただですね、空草さんが毎回絵の前に立ってプレゼンをするっていうわけにもいきませんので、特にね、一枚絵でツンデレ的な表情を伝えたいならですね、もうちょっと大げさに分かりやすく描くっていうのも時には必要だと思うんですよ。なので今回はそういったことも含めつつ、より引き込まれるイラストにするにはどうすればいいのか、解説をしつつ添削をしていこうかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、ツンデレの可愛さって何なのか、そこをですね、空草さんの中で明確にしないと結構ね、煮え切らないポーズになってしまうと思うんですよ。はい。でですね、僕が思うツンデレの可愛さは、例えばですよ、例えばデレているのがバレバレなのに、それを必死で隠そうとしている部分とかだったりすると思います。それ以外にもね、もちろんあると思うんですが、今回はバレバレなのに隠そうとしているっていうコンセプトに定めましょう。そう定めると、ポージングがこう変わります。はい、まだね途中なんですが、添削前はですね、どちらかというと顎を突き出して、ちょっと体勢的にも前のめりだったんですが、顎を突き出しつつ前のめりな体勢って、どちらかというと開けっ広げというか、あまりね表情を隠そうとしていない人のポーズに思えるんですよ。そうじゃなくて、顎を少し引いて、少しねうつむく感じで表情を隠そうとしている、そんな感じに変更するのもいいかもしれません。あと苦し紛れですが、このピースサイン、これはですね、表情隠しに利用できるかもしれません。こんな感じ。はい、こんな感じでね、全然表情は隠せていないんですけど、ピースサインを顔の前に持ってきて、いくらか出れている顔を隠そうとしている。もうね、めっちゃ葛藤してるんでしょうね。本当は写真撮られるの、むしろ嬉しいんですけど、ただあからさまにノリノリでポーズを撮るのも尺なので、別に仕方なくやってるんだからねっていう感じも醸し出そうとしている感じ。ピースはするんだけど、そのピースで顔を隠そうとしているっていう、矛盾するようなその2つの行動でツンデレを表現してみましょう。はい、乙女心は複雑です。さあ、顔の角度と手のポーズを変えたので、体がね不自然になってしまいました。うまくつながるように調整しましょう。まずは体から。はい、体の角度を調整しました。変
行前はですね、重心が前に行っていて、胸をこう突き出しているような感じでしたが、変更後はこう体のね、後ろの方に重心が来て、体を引いている感じが出たと思います。はい。この違いですね。前にね、体の重心が行くのは、どちらかといえばこう積極性の表現になるので、今回僕が仮定したコンセプトとはちょっとね、食い合わせが悪いように感じました。なのでね、このように変更しました。ただですね、一つ注意なのは、僕は解説動画で皆さんに説明することを前提に添削しているということを忘れないでください。どういうことかというと、つまりですね、僕は理論立ててこうだからこうしますよと言いやすい絵作りを良くも悪くもしているということです。体を前に突き出すのは積極性の表れですが、だからってそれでツンデレを表現できないというわけではないんです。ただ僕が説明しづらいからその方向性をたどっていないだけ。はい、ということは前のめりの体勢でやることもできるので、それはそれでね、模索してみるとよりあなたならではのオリジナリティの発掘につながりますので、その辺はね、頭の片隅に置いておいてください。絵作りはですね、理屈を先に考えてしまうと結構ね、テンプレ的な方向に行きがちです。それはそれでですね、ちょっとこう既視感につながってしまうので、それを避けるっていう考え方もあるにはあるんですが、今回はね、分かりやすさを優先に説明しています。さあ、続きやっていきます。はい、腕もね、消えてしまったので腕もつなげますね。はい、腕も自然な形でつながりましたね。はい、さっきとは体勢が変わったように感じると思います。これとこれ、これとこれ。はい、どうでしょう。印象がね、結構変わりましたよね。少し身を後ろに引いて自分の本心を隠そうとするような、ちょっと恥ずかしがっているようなニュアンスが出たのがお分かりいただけると思います。あと単純にですね、絵作りの問題として僕の前の動画でラインとシェイプを先に考えようっていう動画があるんですが、覚えていますでしょうか。はい、ビジョンっていう本の中で紹介されている絵作りの基礎的な考え方なんですが、添削前のラインは大雑把に見ると体がこうまっすぐに入っていて、でこう手のラインもこうまっすぐ入っていて、で髪の毛もね、ちょっと斜めですけどもこんな感じでこうまっすぐめに入っていると。で肩のラインも、こんな感じですね。こんな感じでかなりこう縦のラインを強調するような絵作りになっていたんですが、これだとですね、キャラクターイラストとしては単調な印象になりがちなんです。添削後はですね、首もちょっとこうかしげて、で体もねこんな感じで傾けて、で腕が分かりやすいですよね。でもこんな感じで斜めのラインが強調されて、で髪の毛もねこんな風にこう斜めのラインが強調されたのが分かると思います。こんな風にね、少しこう斜めのラインも混じることで動きのあんまりないポージングなんですが、ちょっとねこう動きを感じられるような、そんな印象に変えることができます。これはねとても大事な考え方なので覚えておいてください。さて、それで言うとですね、ちょっとした工夫でこのポニテもですね、斜めのラインもうちょっと強調することもできます。こうです。はい、ちょっとだけね斜めのこの毛束を入れることで、この斜めのラインが強調できるので、絵作りからね単調さを消すことができますね。こういうのはちょっとした知識でできることなので覚えておくと良いと思います。斜めのラインが強調できると画面に動きが生まれて人を引きつけやすくなりますね。さてさて、ここまではですね、どちらかというと構図とポージングの話だったんですが、ソラクサさん、ライティングも気にされていましたよね。そうなんですよね。このイラストですね、まだちょっと加工前の素材っぽいなと思ったのは、あんまりライティングが意識できていないから、特に影ですね。影がこう全体を見た時に濃い部分があまりなくて、目が止まる部分があまりない。そこまで大げさにね陰影をつける必要はないと思うんですが、もうちょっとだけ濃い部分を作ってあげると目が引き込まれる絵になりやすいと思います。例えばこんな感じ。はい、少し濃い影をつけてみました。
この髪の後ろの部分と、あと向かって右側のこの体の部分ですね、こうやって影が濃い部分を作ってあげると、人間の目は明暗さにとっても敏感に反応しますから、絵に引っかかりができて、いわゆる目が引き込まれる絵になると思います。もちろんね、立体感とかそういう副次的な効果もありますね。さあ、陰影をもう少し強調するために、次は逆に明るい部分を作ってあげてもいいかもしれません。こうです。はい。これはですね、好みによるかもしれないので、やってもやらなくてもいいかもしれませんが、光で明るくなっている部分を作ってあげてもいいですね。そうすることによって、なんとなくですが、こう、中心部分、顔の部分にね、目線が集中する感じがわかると思います。あとちょっと細かいですが、こんな調整も加えたいです。はい、この前髪のハイライトなんですが、このようにですね、ちょっとこう直線的に入っていると、顔を真正面から見ているような印象になります。少しね、顎をちょっとこう引いて、うつむいている感じを出したいので、このね、頭の上の楕円を強調するように、髪の毛のハイライトにもカーブをかけたいですね。あとは、これも細かいですが、こんな工夫もありです。はい、光と影の境目を少し鮮やかに強調してみました。こうすると絵が華やかになりますので、目が引き込まれやすい印象を作ることができると思います。さあ、ここからは顔の中身の細かい調整です。まず目の調整からやってみますね。はい、こんな感じ。ちょっとね、顎を引いたので、少しこう上目遣いで睨むようなニュアンスを出したくてですね、ちょっとだけ三白眼っぽさを演出しました。あとね、若干釣り目にしちゃったんですが、これは僕の好みです。すいません。それとすごく細かいんですが、こんな工夫もありですかね。はい、わかりますでしょうか。この黒目の上の部分をですね、ちょっとだけ濃くしました。これだけでも少し印象が強くなりますね。さらにさらにこうです。はい、眉毛なんですが、ちょっとだけ睨んでいる感じにニュアンスを変更しました。ツンデレってことなのでね、分かりやすく睨むような表情にしてあげると、ツンデレ感が伝わりやすくなると思います。でね、今ね、眉毛でツンの部分を強調したので、忘れずにデレの部分も強調しないといけません。こうです。はい、頬の赤みを加えると出れている感じがしますね。表情は睨んでいるんだけど、頬は赤らんでいて嘘はつけないみたいな、そういう感じの表情になりますね。この赤らみみたいなのは人を描くときには結構重要でですね、例えばこんなところも赤らめてもいいです。はい、指先にちょっと赤みを追加しました。こうすることでね、こうぬくもりというか血の通った感じが強調できますね。だって顔の表情も若干調整します。耳と口ですかね。やってみます。はい、こんな感じです。少しね、こうむくれたような表情を口元で作ってみました。で、最後、超細かいんですが、この背景にも一工夫加えます。ほんのちょっとしたことです。はい、四角で囲うだけだとちょっと味気ないので、ちょっとだけでも斜めのライン、さっき言ったね、斜めのラインも取り入れた感じです。はい、こんな感じですね。こうするだけでもね、単調な印象を少しでも拭い去ることができると思います。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。
一個一個はねかなり細かいポイントの指摘だったんですが、最初と最後見比べるとこのぐらいの印象の差になります。もともとね可愛かったので全然素材はそのまま活かしていますが、パッと見の印象としてね目がグッと引き込まれる感じというか、特にねこの顔のあたりで目がとどまる感じがお分かりいただけると思います。はい、ということで今回はより可愛くより引き込まれるような絵にするにはどうすればいいのかというテーマでお伝えしてきました。可愛く見せるためにはこのキャラクターがどんな気持ちでいて、その気持ちをどんなポーズならより強調できるのか、自分の中ではっきりと整理してみることも大事です。それと引き込まれる絵作りに関してはですね、水平垂直のラインだけではなく斜めの動き、斜めのシェイプを入れること、それと陰影でメリハリをつけて目がとどまる場所を意識的に作ることですね。はい、この辺りの考え方についてラインシェイプ何それっていう人はですね、ぜひこちらの動画ネガティブシェイプを知らない、それ相当まずいですよをご覧ください。より深い理解を得ていただけると思います。それでは最後にコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。